飛行機の燃料が目に見えないほど小さな藻から作られると聞いたら驚きませんか？実は持続可能な航空燃料 SAF が今航空業界で大きな注目を集めています。航空機の CO2 排出を削減する切り札として期待されており、従来の化石由来ジェット燃料に比べライフサイクルで約 80% も CO2 排出を減らせる可能性があるのです。中でもユニークなのは微細藻類由来の SAF。ミドリムシなどの微細藻類から燃料を作るという一見 SF のようなお話です。ではなぜ今この技術が注目されているのでしょうか？従来の石油由来の航空燃料は燃焼時に大量の二酸化炭素を排出し、地球温暖化の要因となっています。国際民間航空機関 ICAO によると、航空業界は世界全体の二酸化炭素排出量の約2から 3% を占めており、航空需要の増加とともにその割合は拡大し続けています。この深刻な環境問題を解決するために世界各国は SAF の開発に取り組んでいるのです。この動画では微細藻類由来 SAF の開発背景と詳細、日本国内で唯一行われている実証プロジェクトと関連企業を詳しく解説します。当チャンネルではこのような最新の技術や注目企業を分かりやすく解説しています。なぜ今 SAF が重要なのか、微細藻類 SAF にはどんな独自性があるのか、一緒に探っていきましょう。微細藻類を使った SAF の研究開発が始まった背景には、エネルギー安全保障、環境問題、そして国際競争力の3つの課題があります。まずエネルギー安全保障の話から始めましょう。日本は航空燃料を含めエネルギー資源の多くを海外に依存する資源小国ということはご存知でしょうか？例えば2023年のエネルギー自給率はわずか 15% で、ジェット燃料に至ってはほぼ 100% を海外に依存しています。同年の米国エネルギー自給率が 110% であるのと比べると約7倍の差があるのです。海外に依存しているため為替にも大きく影響されます。為替が1円動くだけでジェット燃料1リットルあたりのおよその仕入れ価格が 0.1 円変わるのです。さらに燃料自体の価格も戦争などの需要によって大きく変動します。実際に2022年前半にはウクライナ危機の影響で円建てジェット燃料価格が前年度比で約2倍に急騰しました。国内で生み出せる燃料源を確立し、価格変動リスクを抑えることは国民生活の安定に直結する喫緊の課題です。将来のエネルギー安全保障を考えると、国内で生み出せる新たな燃料源が望まれていました。次に環境問題です。日本政府は2030年までに2013年比で温室効果ガスを 46% 削減する目標を掲げていますが、航空部門の CO2 排出量は2013年の約888万トンから2023年には約1200万トンへと約 35% 増加しました。国際航空総協会 IATA のデータによれば、日本発着便1旅客キロメートルあたりの排出係数は 0.09kg で、鉄道費で約5倍、自家用乗用車費で約 1.8 倍に相当します。こうした背景を受け、ICAO は2050年までに航空業界全体で実質排出ゼロを目指す長期目標を2022年に採択しました。2027年以降はこの取り組みの第2フェーズが始まり、国際線の排出超過分に対するオフセット購入が義務化されます。この義務化により、規定量を超えた CO2 を排出した企業は超過した分の CO2 排出の権利を購入する必要が生じるのです。日本政府も2030年までに国内航空燃料の 10% に相当する約170万キロリットルを SAF へ転換する目標を掲げましたが、現状の国産 SAF 供給量は全需要の 0.3% 未満です。最後に
国際競争力です。 S&P グローバルが公表したデータによると、2024年実績では世界のＳＡＦ生産量のうち 53% を欧州は占め、北米が 23%、残りの 24% をアジアや中南米などが分け合っています。米国はインフレーション抑制法により最長5年間1ガロンあたり最大 1.75 ドルのＳＡＦ税額控除を設定しました。その結果、2024年末までに発表された国内ＳＡＦプラント投資額は総額140億ドルを超え、年産能力はすでに100万キロリットルを突破しています。欧州も2025年に発行する規則の中でジェット燃料へのＳＡＦ混合率を 2% に義務付け、2030年 6%、2040年 20%、2050年 70% へ段階的に引き上げるロードマップを策定しました。これに伴い EU では総額60億ユーロ超の生産投資が動いており、フランスのトタルエナジーズやドイツのネステなどが年産50万キロリットル規模の拠点を建設中です。一方、日本の国産ＳＡＦ生産量は治験プラントを含めても年間3000から5000キロリットルと推定され、北米の200分の1にとどまります。助成制度も限定的で、経産省のグリーンイノベーション基金が拠出する補助率は最大で2分の1、総額5000億円規模に過ぎません。新設プラントの初期投資が1設備あたり300億から500億円かかるとされる中、国内企業は資本コストと需要不透明感の二重の壁に直面しています。この差は燃料調達コストに反映されます。米国の航空会社は税控除によって従来燃料とＳＡＦの価格差を 50% 前後削減できますが、日本の航空会社はそのような制度がないため高額で調達せざるを得ません。燃料費は座席 1km あたりコストの25から 30% を占めるため、長距離国際線では1席あたり数千円のコスト差となり、運賃競争力の低下が避けられません。国内市場の需要を国産ＳＡＦで賄えなければ、輸入ＳＡＦの価格変動と為替リスクを抱え込む構造から抜け出せない可能性があります。海外勢が低コスト化と特許で先行すると、日本企業はライセンス料を払い続ける立場になりかねません。だからこそ独自技術である微細藻類ＳＡＦを国産化し、培養から生成までのサプライチェーンを国内に築く意義が大きいのです。ここからは日本の未来を左右する可能性のある微細藻類ＳＡＦについて詳しく見ていきましょう。地球が何百万年もかけて蓄積した石油を微生物の力で短期間に生産できるかもしれない。そんな夢のある技術として微細藻類の研究は早くから世界各国で進められてきました。微細藻類は海藻や葉緑素を持つ原始的な生物で、光合成により大気中の CO2 を取り込み、細胞内に大量の油脂を蓄えます。この油脂を生成して得られるのが微細藻類ＳＡＦです。ここでまず押さえていただきたい特徴は油脂収量の圧倒的な高さです。例えば大豆は1ヘクタールあたり年間 0.4 トン前後の油しか取れませんが、代表的な藻類ナンノクロロプシスは同面積で最大30トン、生産性にして約75倍もの油を生み出します。この数値は米国エネルギー省のバイオエネルギー技術局が2024年に示した統計でも裏付けられています。土地利用効率が高いということは、限られた国土であっても大量の燃料原料を確保できる可能性につながります。さらに淡水ではなく海水や汽水で培養できる株もいるため、農業用水との競合を避けながらエネルギーを生み出せるのです。しかし安定して大量の藻類を育てるのは困難でした。そんな中、日本初のベンチャー企業ユーグレナ株式会社がこの難題に真正面から挑んだのです。同社は2005年、世界で初めて屋外での食用ミドリムシ大量培養に成功した企業です。もともとミドリムシ由来の健康食品などを手掛けていましたが、藻でエネルギー問題を解決する
という壮大なビジョンを掲げ、バイオ燃料事業に参入しました。創業者がアンムラデシュの無電化地域を訪れた際に、エネルギーの重要性を痛感したことも背景にあるようです。日本唯一の微細藻類 SAF 実証プロジェクトは、同社が中心となり、2017年に始動し、2019年春にプラントの稼働開始までこぎつけました。2019年春に稼働を開始したプラントの製造品目は、航空機用のバイオジェット燃料だけでなく、ディーゼル車両向けの次世代バイオディーゼル燃料や化学原料にもなるバイオナフサなど多岐にわたります。使用する原料は主に天ぷら油などの使用済み食用油に培養されたミドリムシの油脂を加えたものです。実証では廃食用油が原料全体の 90% 以上、ユーグレナ由来油脂は 10% 以下という配合でした。2020年3月にはディーゼル車用の次世代バイオディーゼル燃料の供給を開始。2021年6月、待望のバイオジェット燃料の初供給に成功しています。この SAF はジェット燃料にブレンドして使用するための規格へも適合が認められています。規格に適合した燃料は石油系燃料とブレンドして旅客機での使用が可能になります。これは同社の藻類由来燃料サステオとしてブランド化され、空へ飛び立つ燃料が誕生した瞬間でした。出来上がった SAF サステオは様々なモビリティへの供給が試みられました。陸ではトラックやバス、建設機械に、海では船舶燃料に、空では小型プロペラ機からジェット旅客機まで段階的に使用実績を積み重ねています。2021年にはフジドリームエアラインズ FDA のチャーター便への搭載にも成功しました。さらに2022年9月には成田空港の大規模給油設備に国産 SAF を初めて供給することも達成しています。同社のサステオをタンクローリーで成田まで運び、新設の陸上搬入施設から空港地下の配管ネットワークに送り込んで、各航空機への燃料として供給可能にしました。極めつきは同年11月、日本政府専用機への SAF 給油です。政府専用機に国産 SAF を使用したのは初めてであり、国家レベルで藻類 SAF の安全性と実用性が認められた瞬間でした。国家要人輸送という最も厳格な運航基準を満たす形で使用され、離陸から着陸まで全フライトが無事に完了したのです。順調に実用化が進む一方で、重要な課題がまだ残されています。現時点で微細藻類 SAF の製造コストは化石燃料の約3倍です。バイオタンクの大型化と光エネルギー利用効率の向上が進むことで、2030年にはコスト差が 1.5 倍まで縮小すると東京大学生産技術研究所が試算しています。ただ依然として化石燃料よりも高価なことに変わりはありません。産業を支える私たちの正確な気候変動対策に直結するこの時代、微細藻類 SAF は未来社会への投資そのものだと言えます。環境と経済の両立を実証するこの燃料が主流になった時、日本は資源小国から脱却できるかもしれません。成長の鍵を握るのは技術を磨き続ける現場と、それを応援する社会の意思ではないでしょうか。日本の関連企業。今回のプラント建設とプロジェクト推進には様々な企業、団体が参加しています。ここで本プロジェクトに深く関わった企業の中から3社にスポットを当ててご紹介します。ユーグレナ株式会社、証券コード2931。ユーグレナ株式会社は世界で初めてミドリムシの屋外大量培養技術を確立したことで知られるバイオベンチャー企業です。社名のユーグレナはミドリムシの革命に由来し、その名の通り微細藻類ミドリムシの研究、ビジネスを専門としています。同社は実証プロジェクトにおいて微細藻類の培養から燃料製造、販売まで一貫して担いました。研究所では
油分生産量の多い緑虫株の開発や培養コスト削減のための技術開発にも余念がありません。 NTT との共同研究では中性子線照射による藻類の品種改良を行い、油脂酸性量が最大 1.3 倍に増加する緑虫株を作出することに成功しています。こうしたバイオ技術の積み重ねが将来の藻油大規模生産につながる鍵となります。同社は今回の実証データ燃料製造ノウハウを踏まえ、次なる商業プラント建設を模索中です。もし実現すれば、日本初の技術で世界のSAF市場へ挑む画期的な一歩となるでしょう。このように同社は技術開発から実証、そして商用化への橋渡しを行うキープレイヤーであり、微細藻類SAFにおけるパイオニアとして国内外から注目されています。出光興産株式会社、証券コード5019。出光興産株式会社は日本を代表するエネルギー企業です。ガソリンスタンドブランド出光やアポロマークでもおなじみですね。同社は実証プロジェクトと国産SAFの普及、両面で密接に関わっています。微細藻類から燃料を作る設備は持っていませんが、その知見とインフラを生かして微細藻類SAFの商用化を支えています。例えば成田空港への SF 供給では、同社系列の給油ネットワークや品質管理のノウハウが活躍します。公表はされていないため憶測ですが、成田空港にサステオを搬入する際も長期間にわたって航空燃料を扱ってきた出光の知見が役立ったのではないでしょうか。さらに同社はマレーシアで計画中の大規模プラントから出荷されるSAFを日本国内に導入する際の受け皿として関与する可能性が高いとも見られています。公式発表でも使用済み油脂やエタノールに加え、将来的には微細藻類由来の藻油など食料と競合しないバイオマス原料を検討する旨が述べられており、長期的には藻類を含む多様な資源から燃料を作るビジョンを描いています。同社にはすでに全国に張り巡らされた流通インフラ、製油所の設備転用、人材のノウハウなどがあります。これらを最大限活用してSAFを安定供給できるのは老舗エネルギー企業ならではの強みです。同社は影の立役者として微細藻類SAFを含む国産SAFの実証から商用化まで広く支援する役割を果たしているのです。日揮ホールディングス株式会社、証券コード1963。日揮ホールディングス株式会社は国内最大級のエンジニアリング企業グループです。プラント建設のプロとして世界中で石油精製所や化学工場、エネルギーインフラを手掛けてきました。その豊富な経験を生かし、近年はカーボンニュートラル関連事業にも注力しています。同社は微細藻類SAFプロジェクトを期日名、産業化面から支える重要企業です。今回の実証プラントは千代高工建設株式会社が設計・建設しましたが、将来的なより大規模なプラント建設において日揮の出番があると期待されています。例えば国内で数万から数十万キロリットル規模の商業プラントを建てる際、各種機器のスケールアップ設計、最適なプロセスライン構築、コストダウンのためのエンジニアリングなど日揮の知見が大いに役立つでしょう。藻類培養やバイオ燃料化技術に関する国内外の動向を分析し、自社でも研究に取り組んでいます。同社のサステナビリティ報告などでは、バイオジェット燃料や廃 CO2 の資源化といったテーマが重点分野に挙げられており、社内に専門チームも編成されています。縁の下の力持ちとして微細藻類 SAF プロジェクトの技術的裏付けを提供し、将来の大規模商用化に向けて道筋をつけているのです。同社の貢献は目立ちにくいですが、安全で効率的なプラント運営や量産化には欠かせないピースと言えるでしょう。いかがでしたか？日本の微細藻類SAF実証プロジェクトの成果は、これから本格化する商用化フェーズに引き継がれていきます。
ユーブレナ株式会社の実証プラントで培われた技術と知見は今後の大規模生産に向けた貴重な財産です。事実、同社は2024年時点で商業プラント建設に向けた最終検討を行っており、2025年中の着工を目指すと発表しています。マレーシアで大型プラントを建てる計画ですが、その背景には原料調達と気候面の利点があります。現状、日本国内で廃食油や藻類から集められる油脂には限りがある上、藻類は熱帯で年間を通じて育てる方が効率的です。そこで油脂資源が豊富で一致も物流に有利なマレーシアの石油コンプレックス内にプラントを構えることで経済性を高めようというわけです。まさに実証から商用化への飛躍と言えるでしょう。政府の脱炭素政策に照らしてもその意義は非常に大きいと言えます。日本政府は2050年カーボンニュートラル実現を宣言し、2030年には温室効果ガスを2013年比で 46% 削減するという目標を掲げています。その中で航空分野は2030年までに航空燃料の 10% を SAF に置き換える方針があります。しかし現状の SAF 生産量は世界需要の 0.03% にも満たず、価格も化石燃料より高価な状況で量産と低コスト化が急務とされています。2050年の実質ゼロに向けては多様な SAF 原料、製造ルートを総動員する必要があり、微細藻類はまさにその切り札の一つなのです。微細藻類からジェット燃料を作るという一見奇想天外な挑戦が今回のプロジェクトで確かな形となって空を飛びました。軌道に乗れば日本初のカーボンニュートラル燃料ソリューションとして世界に売り込むことも可能になります。日本の技術者、研究者たちが知恵を絞り、小さな藻に大きな未来を託しているのです。微細藻類 SAF という革新的な取り組みがこのまま順調に進めば、2050年青空には CO2 ゼロの飛行機雲が描かれることでしょう。今日はここまでです。この動画が役に立った方、なるほどと思った方はぜひチャンネル登録といいねをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。